皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。これからしばらくの間はライダースレザージャケットをテーマにした動画を続けて配信したいと思ってます。今日が8月の17日なんですけど、もう少しで秋口に入っていく、ライダースの時期になってくるかなと思います。もちろん夏の間もライダース着用するぜ、今年の夏もライダーステスト通したぜっていうつわものの方も当然いらっしゃるとは思うんですけど、この殺人的な暑さ、私は早々にギブアップしてしまいました。今日はですね、レザーの話題に入る前に、前段の部分として、物の値段って基本的にすごく今上がっていってるんですけど、アパレル全般の価格が上がっているってことについてちょっとお話をしたいなっていうふうに思っています。今年の6月、フェイスレザーの価格もまた値上がりしてるんですけど、そういうのを含めてなんでやねんということについて、一旦お話をしたいなって思ってます。まずですね、ファッションの世界では多種多様な素材が使われているわけなんですけれども、大きく分けると、植物性由来のもの、動物性由来のもので、化学合成由来のもの、この大きく3つに分類できるかなっていうふうに思っています。それぞれ歴史的な背景とか文化とかに絡み合っていて、でもっと言うと、生産するまでの環境への影響、発展途上国なんかに対する、搾取の構造みたいなものがあって、いろんな要素があるので、そこで価格だったりとか供給量が影響を受けているっていう状態なんですよね。まず1つ目、植物性由来の素材についてです。コットンとかリネンとかが代表的な素材になるんですけど、特にコットンは日常的な、衣類でよく使われているものですね。ライダースの下に着る T シャツなんかもコットン多いと思いますし、合わせるジーンズとかも、コットン綿ですし、でルイスの真っ赤なライニング、あれもコットンですね。リネンやコットンって本当は再生可能な資源だから環境への負荷が比較的優しく見える。ただ、それでも作るのにめっちゃ水を使います。白い T シャツ1枚作るのに、バスタブ1杯の、お水20杯とか30杯とか、水を使ってしまうっていうふうに言われてます。それで、コットンの材料って綿花なんですけど、リネンの材料フラックス、農作物なんで当然栽培のために農薬を使うことって普通に当然あるはずなんですけど、SDGs の観点から農薬使わない、科学的な処理をしない、いわゆるオーガニックコットンなんていうのが結構今、市民権を得ている感じですかね。で、環境に配慮した栽培方法だったりとか生産方法でないと、ブランド側が今仕入れ先としては、採用しないよ、そういう農場でないとダメだよ、時代的にちゃんとしなさいよっていう主張をするので、栽培コストが昔に比べて圧倒的に上がっていきます。それだけじゃなくて、例えば発展途上国の子どもたちに勉強させずに奴隷みたいに働かせて、原価を抑える劣悪な環境で、工場稼働をして大量に作るみたいなことは、大昔はできてたかもしれないですけど、今となってはそれでいいのか、良くない、これも原価に当然跳ね返っている部分です。次2つ目、動物性由来の、お洋服についてです。一番一般的なのがまずウール、カシミヤとかに代表されるような毛織物全般で、シルク、これは蚕、虫を使った、繊維ですね。で、今日のメインテーマになるはずの、革が、代表的かなっていうふうに思います。あとはダウンに使われたりする羽毛とかもそういうものですね。で当然ウールは、羊の毛から作られるんですが、牧場の羊の肛門、お尻の穴ってそのままだと、寄生虫が湧くんで牧場でもう切っちゃうんですよね。手術するんですけどね、今は残酷だからそういうのしちゃダメってなってるんですよ。毛の刈り方も、ストレスがかかるから優しい方法で毛をすかないとダメだとか、そういった動物福祉の観点からもブランド側が仕入れる牧場を選択するようになっているので、畜産コストが上がって原材料費に転嫁されるっていう状態です。で皮をなめす時も、クロムなめしだと薬品使っちゃうので、環境に配慮した過程で作るっていうことを、タンナーの方に、要求するわけですよね。でそうすると処理のコストがかかってくるので、当然皮の値段が上がると。動物性由来の素材って基本的にはもうめちゃめちゃ長持ちさせることができるんで、ライフサイクル的にはすごい優れてるんですけど、
生き物を材料とすることの倫理的な、考え方とか、当然加工工程での環境負荷とかが解決しないといけないので価格が上がっているっていうのが今の現実です。最後に3番目、化学構成由来のファッションについてです。ポリエステルとかナイロン、ライダースなんかだと人工皮革って言われるものとかですね、めちゃめちゃいい素材なんだけど使いどころが難しい。特にポリエステルはすごく便利な素材でスポーツウェアなんかでもよく使われたりとか、ジャケットとかスカートの裏地なんかに使われることも多いんですけど、素材的に静電気溜めやすいからバイクウェアとしてはちょっと怖いなって個人的には思ったりします。でナイロンは、ルイスレザーの黒い裏地なんかでも使われてますけど、強度とか耐久性っていうのは申し分がないというか、すごくいいところ、滑りめっちゃ悪いんですけどね。合皮に関してはフェイクレザーとか PU って言われるポリウレタンのものが一般的だと思うんですけど、今は質感的には天然とほぼ変わらないっていう感じで、価格も安いし動物も殺さないし、いわゆるエシカルファッションとしてはすごくありです。ただ、バイクギアとしては熱に弱いとか転倒時の弱さとか、ちょっと物足りない部分があります。あと、ライダースとしての、素材として考えるとやっぱり耐用年数が低い、持って5年ぐらい、耐用年数低いのにリサイクルに困るんで、やっぱりインスタントな使い捨てのイメージっていうのがついて回ってしまうし、どうしてもその長く付き合うっていうふうにはならないっていう。で、今は天然の素材、革の素材の繊維だけをこう固めてエコレザーとかっていうまた新しいものが、増えてきたりはしてるんですけど、革のいいところをカットするとどうしても切れ端が出てしまうから、それをうまく使っていくっていう試みだったりはします。で化学繊維は、石油由来の原料だからやっぱ資源枯渇の問題だったりとか、あとは分解できない、マイクロプラスチックの問題だったりとか、将来的な環境問題に結構課題感がある。この先々考えるとどっかで顕在化してくるっていう課題感ですねがあるのかなと思います。ここまで、ファッションにおける主要な素材についての、簡単な紹介をしたんですけども、それぞれの素材にはもちろん一長一短あって、調達のしやすさだけじゃなくて環境問題だったりとか倫理観で、もちろんそのグローバルな、そのお金のやり取りみたいなものもあったりするんですけど、どれも結局これからのことを考えた時に、安く作れればいいじゃんっていう取り組みはもう時代的に終わってるよねっていうことがあります。そういったブランド側との取り組みみたいなものも絡み合って生産コスト、材料費に影響を与えているっていうことをまずお伝えしておきます。なんかね、ルイスレザーが値上げした時に特になんか日本の政治家は悪い、国力が下がっているから消費者に幸せが来ているんだとか結論付けている動画をちょっと見たんですけど、陰謀論というかアナーキズムかもしれない、わかんないですけど、ちょっとお門違いなんですよね。SNS だからセンセーショナルな動画が再生数伸びるっていうのはかもしれないですけど、あんまり良くはないかな。昔は確かに物価が安かったっていうこともあるんですけど、製造業に関してはそれ以上に環境に対して、あるいは下請けの発展途上国に対して価格優先でコストを支払ってこなかった、だから安かったっていう事実もあったりはします。で、オートバイ、みんなが大好きなオートバイだってそうで、純正部品だって取り寄せると昔より高い値段だったりするんですけど、メーカー側にしてみたら原材料費だって上がってる、人件費だって上がってるっていう中で適正な価格をつけてくれてるっていうふうに僕は思っています。排ガス規制なんかもそうで、昭和平成と、規制をクリアしていくために、メーカー側の企業努力、開発しないといけない、部品件数は増える、馬力は落ちる、馬力あたりの価格は上がるし、そもそも車両の価格も上がっていく。でもそれは乗るユーザー側も環境とか人間福祉に対しての責任を支払いで分担しようっていうことですね。ですから変なこじらせ方はしたくないもんで、好きなブランドを身にまとうのであればまとう側もそうで、それを支える牧場だったりとか農場だったりとか、構造的歴史的に足切りにしてきた人たちもいるかもしれないということを思いを馳せてみるっていうのもありだし、それを是正するために、コストが上がる、原材料費がかかるっていうことであれば仕方がないのかなっていうふうに思います。この動物福祉の側面っていうのは正直どうしたものかと個人的には思うところもあったりはするんですけれども、
ストレスを与えないとか痛くしないとかってなんかもっと本質的な問題ではあるというか、どこまでいっても僕たちは命をいただいて生きている存在ではあるからなとは思います。将来的にはもっとすごい人工でできた皮みたいなのができてくるかなっていうのが期待なんですけど、これから、ルイスだったりとかそれ以外のブランドでもそうなんですけど、いつか手に入れたい、身にまといたいと思っている人たちはどうしたらいいんだって話ですね。例えば、ルイスレザー愛用しておられるタレントの小峠さんなんかも、最初は、インディアンとかハーレー・ダビッドソンか何か、そんなごついやつを手に入れていつかお金貯めてルイスレザー買おう、憧れてたって何かのインタビューでおっしゃってたのを僕読んだ覚えがあるんですけど、私もまさにそうで、1着目のライダースって中古で手に入れたハーレー・ダビッドソンのステアハイドでね、安物だから皮がめちゃめちゃ分厚くてガッチガチで脱いでもくたっとならない、そのままこうドンと直立するようなすごいやつやったんですけど、なんか以前はね、そういう身の丈に合った価格帯の安いやつをこうきつぶしながらお金を貯めたり、収入上がった時にいつか憧れのブランドを目標に頑張る、手に入れた時の達成感すごいみたいな尊さみたいなものがあったんですけど、なんか僕の肌感では今服飾業界ってこう2年待たずに価格改定どんどんこう入っていってるっていう印象がめちゃめちゃあって、なんか今買わないとお金貯まった頃には結構値段変わってしまっているなんてことも起きうるのかなっていうふうに思ってます。で、物に対する憧れとか執着ってもう早めに処理しちゃう方が全然いいのかなっていうのも実感としてはあります。なんかいつ買うのがいいかって言われたら、欲しいものは欲しい今買っちゃえってなんかアドバイスしちゃう、結構高いですけどね、感じはありますね。はい、今回は、これからのメインテーマである、レザージャケットの前に、物を売っている商売している側の、私も一員なんで一員としてちょっと別軸からお話をしてしまいました。次回以降はちゃんとレザージャケットをメインテーマにお話ししたいと思います。レザーはね、本当に古くから、人類の生活に密接に関わってきた素材なんですよね。やっぱり最もフィジカルで最もプリミティブで、そして最もフィティッシュな他の素材にはない魅力にあふれてますね。特にライダースが持っている実用性だけでなくて、ライダーあるいはミュージシャンの人たちの精神を象徴するような文脈だったりとか、もちろんメンズファッションとしてのアメジャン、ロンジャンの着こなし、それぞれの主張があったりとか、あと素材に関しても、牛、馬、羊、ヤギ、鹿、豚、変わったところだとラクダとかですかね。着用者それぞれのこだわりもあって、ちょっと一口には語り尽くせないテーマだったりはするんですけど、次回もご視聴いただけると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。